はい、皆さんこんにちは。ゆかです。こちらの動画は実用日本語8です。実用日本語シリーズでは日本人同士の自然な会話からよく使う表現が学べます。今回はタクシーに乗る時の表現を一緒に勉強しましょう。こちらの動画を使います。こちらの動画は以前私が名古屋で撮影したものです。私と運転手さんは事前にセリフを決めたりゆっくり話したりしていません。日本人同士の自然な会話です。そのため最初は少し難しいと感じる方がいるかもしれませんが大丈夫です。今日の動画を最後まで見れば全部わかるようになりますよ。重要な表現やフレーズについては私から解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは今日の流れを説明します。以前実用日本語シリーズを見たことがある方はこの部分をスキップして直接練習から始めてください。今日は初めてこのシリーズを見る方はぜひ全体の流れを把握してください。最初に字幕がない動画を一度見ます。この時点では会話がわからなくても問題ありません。次に私からキーワードを10個提示します。今度はこのキーワードに注目してもう一度同じ動画を見ます。その後私から重要な部分について解説します。さらに日本語の字幕をつけた動画をもう一度見ます。そして字幕がない動画を最後に見ます。この時点では最初に全然わからなかった部分がある程度聞き取れるようになるはずです。このように少しずつ日本語が分かっていくような過程をぜひ経験してみてください。そして一番最後には今回の動画の中には出てきていないけどタクシーに乗るときによく使う単語やフレーズについてご紹介します。それでは早速練習を始めましょう。最初に字幕がない動画を一度見ます。この時点では全く会話の内容がわからなくても大丈夫です。大体の流れを把握してください。今回の動画は名古屋で撮影しました。私は名古屋城から名古屋駅までタクシーで移動します。それでは早速見てみましょう。すいません。名古屋駅までお願いしたいんですけど。名古屋駅ですね。はい、名古屋駅までお願いします。1400円で。はい、わかりました。クレジット使えますか？ちょっと待ってね。時間かかるからちょっと待って。はい。はい。あ、ちょうどお願いします。はい。はい、ありがとうございます。レシートか領収書いただけますか？はい、出ますので。はい。ありがとうございました。どうでしたか？何か聞き取れたセリフはありましたか？それでは私からキーワードを10個提示します。こちらです。名古屋駅、お願いします。クレジット、使えますか？ちょっと待って。暗証番号、少々お待ちください。レシート、領収書、出ます。はい。それでは続いてこの10個のキーワードに注目してもう一度同じ動画を見てみましょう。すいません。名古屋駅までお願いしたいんですけど。名古屋駅ですね。はい、名古屋駅までお願いします。1400円で。はい、わかりました。クレジット使えますか？ちょっと待ってね。時間かかるからちょっと待って。はい。はい。あ、ちょうどお願いします。はい。少はい、あ々お待ちりがとうごください。ざいます。レシートか領収書いただけますか？はい、出ますので。はい。ありがとうございました。どうでしたか？名古屋駅とか領収書など何か聞き取れた単語はありましたか？それでは続いて私から重要な部分について解説します。
まずは私がタクシーに乗る場面です。私は運転手さんにこのように言いました。すいません。名古屋駅までお願いしたいんですけど。すいません。名古屋駅までお願いしたいんですけど。名古屋駅ですね。はい、名古屋駅までお願いします。最初のすいませんというのは人に話しかけるときによく使われるフレーズです。すいませんまたはすみませんと言います。すいません。名古屋駅までお願いしたいんですけど。すいません。名古屋駅までお願いしたいんですけど。名古屋駅ですね。はい、名古屋駅までお願いします。続いて、何までお願いしたいというこのまでというのもタクシーに乗るときによく使われます。今回私の最終目的地は名古屋駅です。そのため、名古屋駅までと言いました。そして後ろの部分、お願いしたいんですけどで終わっていますね。もし完全な文にするなら、名古屋駅までお願いしたいんですけど、いいですかになります。今回私はいいですかの部分を言わないで、お願いしたいんですけど、というふうに言いました。すいません。名古屋駅までお願いしたいんですけど。すいません。名古屋駅までお願いしたいんですけど。名古屋駅ですね。はい、名古屋駅までお願いします。その後、運転手さんが確認しました。名古屋駅ですね。すいません。名古屋駅までお願いしたいんですけど。名古屋駅ですね。はい、名古屋駅までお願いします。ここで使われるですねというのは確認です。自分が聞いたことが正しいかどうか、合っているかどうかというのを確認するために使います。名古屋駅ですね。すいません。名古屋駅までお願いしたいんですけど。名古屋駅ですね。はい、名古屋駅までお願いします。そして私はこのように返事をしました。はい、名古屋駅までお願いします。すいません。名古屋駅までお願いしたいんですけど。名古屋駅ですね。はい、名古屋駅までお願いします。相手にですねで確認されたら、一般的に答える方法は2種類あります。一つは簡単に、はい、そうです、と答える方法。もう一つは、もう一度その情報を提示する方法。今回私は後者の方法を選びました。はい、名古屋駅までお願いします。すいません。名古屋駅までお願いしたいんですけど。名古屋駅ですね。はい、名古屋駅までお願いします。ここでもやはり、までお願いしますという形が使われています。基本的にタクシーに乗るときは、何までお願いしますのこの形を使いましょう。例えば、東京駅だったら、東京駅までお願いします。そして次の場面です。名古屋駅が近くなってきたので、運転手さんは金額を私に提示しました。1400円ね。1400円ね。はい、わかりました。クレジット使えますか？ちょっと待ってね。時間かかるからちょっと待って。はい。今回の運転手さんは、とてもカジュアルな話し方をしていました。1400円ね。1400円ね。はい、わかりました。クレジット使えますか？ちょっと待ってね。時間かかるからちょっと待って。はい。これは同じ年齢とか少し年下の人などに対して話すときによく使われる言い方です。一般的にはこのねの部分はですに置き換えられることが多いです。1400円です。今回はこの運転手さんはねを使いました。1400円ね。1400円ね。はい、わかりました。クレジット使えますか？ちょっと待ってね。時間かかるからちょっと待って。はい。その後私はこのように答えました。はい、わかりました。クレジットカード使えますか？1400円ね。はい、わかりました。クレジット使えますか？ちょっと待ってね。時間かかるからちょっと待って。はい。ここでポイントになるのは、使えますかこの表現です。動詞の使うの可能形、使えるのマス形、使えますで最後に疑問のかをつけた形です。使えますか？使えますか？
1400円で。はい、わかりました。クレジット使えますか？ちょっと待ってね。時間かかるからちょっと待って。はい。この部分は皆さんが使いたい支払い方法によって前の部分を変えます。例えば PayPay を使いたかったら PayPay 使えますか？またクレジットカードの具体的な種類を言ってもいいですね。例えば Visa 使えますか？とか Amex 使えますか？このように聞いてもいいでしょう。はい、わかりました。クレジット使えますか1400円で。はい、わかりました。クレジット使えますか？ちょっと待ってね。時間かかるからちょっと待って。はい。で、その後運転手さんはこのように言いました。ちょっと待ってね。時間かかるから、ちょっと待って。1400円で。はい、わかりました。クレジット使えますか？ちょっと待ってね。時間かかるからちょっと待って。はい。ここのちょっと待ってねのちょっとというのは少し、少々と同じ意味です。ちょっとというのはカジュアルな言い方です。ちょっと待ってねイコール少し待ってください。もっと丁寧になると少々お待ちくださいになります。ちょっとというのはカジュアルな感じの表現です。ちょっと待ってね。1400円で。はい、わかりました。クレジット使えますか？ちょっと待ってね。時間かかるからちょっと待って。はい。続いて時間かかるからというところ。このかかるというのはそれだけの時間を必要とするという意味です。クレジットカードの操作に少し時間が必要と思ったのでこのように言ったんでしょうね。時間かかるからちょっと待って。1400円で。はい、わかりました。クレジット使えますか？ちょっと待ってね。時間かかるからちょっと待って。はい。この何がかかるという形、時間以外にも使えます。例えばこのような例があります。お金がかかる。手間がかかる。例えばお金がかかるの場合だったら、具体的な金額を入れてもいいです。そして手間がかかる。例えばこのような例文があります。この料理は非常に手間がかかる。手間がかかるの中に含まれているのは、もちろん時間もそうですけど、あとは自分のこの手を動かす頻度というか、煩雑さがあるという感じですね。手間がかかる。非常に工程がたくさんあって、ちょっと複雑で大変というような感じです。この料理は非常に手間がかかる。逆に手間がかからないという言い方もあります。手間がかからない料理というと、そうですね。例えば、目玉焼きとか、フライパンに卵を入れて、あとは待つだけというような。それは手間がかからない料理かなと思います。このように何がかかるという表現もよく使われます。今回は時間がかかるです。ちょっと待ってね。時間かかるから、ちょっと待って。1400円で。はい、わかりました。クレジット使えますか？ちょっと待ってね。時間かかるからちょっと待って。はい。そして最後に私は、はいと言いました。1400円で。はい、わかりました。クレジット使えますか？ちょっと待ってね。時間かかるからちょっと待って。はい。実はこの運転手さんと私はもちろん初対面なんですが、車に乗っている間にいろいろとお互いのふるさとの話などをして、ちょっと仲良くなりました。そして運転手さんも私が自分よりも随分年下であるということを分かったので、この最後ね、降りる時には少し砕けたカジュアルな感じの表現に変わったんだと思います。そして続いて私がクレジットカードを渡した後の場面です。暗証番号をお願いします。はい。暗証番号お願いします。ここでの暗証番号というのは、クレジットカードを利用するためのこの数字ですね。それを暗証番号と言います。暗証番号お願いします。はい。暗証番号お願いします。一般的に暗証番号というと番号なので数字だけで構成されています。例えば銀行のカードの暗証番号とかね、ATM からお金を引き出すときに暗証番号を入れます。これは数字だけです。でもパスワードと言ったらそれは
英数字、そして記号が含まれる場合もありますね。もうちょっと複雑になってきます。例えば、皆さんが今見ているこういう YouTube ログインするときにパスワードを入力してくださいですね。これはもっと複雑ないろいろなものが組み合わさった、ものになります。はい。暗証番号お願いします。そして暗証番号の入力を要求するとき、今回の運転手さんはとてもシンプルな表現をしました。暗証番号お願いします。はい。暗証番号お願いします。でもそれ以外にも、例えばこのような表現があります。暗証番号の入力をお願いします。暗証番号を入力してください。暗証番号を入力していただけますか？このように人によって、場合によっていろいろな表現があります。でも基本的に支払いの場面で暗証番号というこの部分だけ聞き取れれば問題ないと思います。そこで皆さんがやることは一つだけですよね。それを入力するです。なので暗証番号というこのキーワードはしっかり覚えておきましょう。暗証番号お願いします。はい。暗証番号お願いします。そして暗証番号の入力が終わって支払いの処理をしている場面です。少々お待ちください。はい。少はい、あ々お待ちりがとうごください。ざいます。少々お待ちくださいというのは、最初に出てきたちょっと待ってね、ちょっと待ってくださいの丁寧な表現です。意味は同じです。相手に待ってほしい時に使います。少々お待ちください。はい。少はい、あ々おりがとうご待ちください。ざいます。このお何々くださいというのは敬語の一種、尊敬語の表現です。真ん中にますを取ったます形を入れます。例えば、持ちますだったらお持ちください。立ちますだったらお立ちくださいという感じです。これは相手にその行動を要求します。今回の場合はお待ちくださいです。少々お待ちください。はい。少はい、あ々おりがとうご待ちください。ざいます。続いて私は運転手さんにこのように尋ねました。レシートか領収書いただけますか？レシートか領収書いただけますか？はい、出ますので。はい。レシートというのは支払いをした時に機械から自動的に出てくる細長いものですね。あれはレシートと言います。領収書というのは宛名を手書きで記入するタイプのものです。領収書です。レシートか領収書いただけますか？レシートか領収書いただけますか？はい、出ますので。はい。そして最後の部分、いただけますか？いただくはもらうの謙譲語です。レシートか領収書いただけますか？イコール、レシートか領収書もらえますか？です。レシートか領収書いただけますか？はい、出ますので。はい。続いて運転手さんはこのように答えました。はい、出ますので。レシートか領収書いただけますか？はい、出ますので。はい。ここでの出ますというのは、機械からレシートが出ますという意味です。はい、出ますので。レシートか領収書いただけますか？はい、出ますので。はい。そして最後にタクシーを降りるとき、私はこのように言いました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは続いて日本語の字幕がある動画を一度見てみましょう。今一つ一つのフレーズについて解説してきたので、少しわかる部分が増えたんじゃないかなと思います。それでは早速見てみましょう。すいません。名古屋駅までお願いしたいんですけど。名古屋駅ですね。はい、名古屋駅までお願いします。1400円で。はい、わかりました。クレジット使えますか？ちょっとだけね。時間かかるからちょっと待って。はい。はい。暗証番号お願いします。はい。少はい、あ々おり待ちください。がとうございます。レシートか領収書いただけますか？はい、出ますので。はい。ありがとうございました。どうでしたか？それでは続いて今度は日本語の字幕がない動画を見てみましょう。
最初に字幕なしの動画を見たときは全くわからなかった方も、今はある程度わかるようになったんじゃないかなと思います。挑戦してみましょう。すいません。名古屋駅までお願いしたいんですけど。名古屋駅ですね。はい、名古屋駅までお願いします。1400円で。はい、わかりました。クレジット使えますか？ちょっと待ってね。時間かかるからちょっと待って。はい。あ、ちょうどお願いします。はい。はい、ありがとうございます。レシートか領収書いただけますか？はい、出ますので。はい。ありがとうございました。はい、皆さんお疲れ様でした。では今回の動画の中には出てきていないけど、タクシーに乗るときによく使われる表現をご紹介します。まずは乗り場です。タクシーに乗る場所のことをタクシー乗り場と言います。ここでは駅ではありません。乗り場と言います。タクシー乗り場です。なので、もし皆さんが街の中でタクシーに乗りたいと思ったとき、通行人にこのように聞いてもいいですね。すみません。タクシー乗り場はどこですか？タクシーの他に、例えば、フェリーとか、観光バスとかも乗り場という表現を使います。フェリー乗り場とかバス乗り場とかね。それから、この運転手さんと話をするとき、話しかけるときですね。もし相手の名前がわかれば、その名前を呼んでもいいですけど、名前がわからない場合は、運転手さんと言います。運転手さんすみませんとか、運転手さんここで止めてくださいとか、このようにね、運転手さんと言います。他にも例えば、駅のスタッフの人に話しかけるときも、駅員さんと言います。駅員さん。駅員さんちょっとすみませんという感じです。そして乗ってから相手に行き先を伝えるとき、基本的な表現はまでお願いしますです。例えば名古屋駅までお願いします。東京ドームまでお願いします。このようにまでお願いしますを使います。でももしその行き先が有名な場所じゃない場合、例えば友達の家とか、ちょっと小さいレストランとか、そういう場所の場合は、名前を言ってももちろん運転手さんは知らないですよね。なので、その時は住所を伝えます。運転手さんに、その自分のね、スマホの画面とか、ショップカード、また住所を書いた紙などを見せて、このように言います。ここまでお願いします。ここまでお願いします。または、この住所までお願いします。この住所までお願いします。はい。皆さんいかがでしたか？本日はタクシーに乗るときに使える日本語の表現をご紹介しました。次日本へ来たとき、ぜひ日本語で運転手さんと交流してみてください。今回難しいと思ったフレーズがあったら、ぜひ繰り返して何度も聞いて何度も練習してみてください。頑張ってくださいね。今回のこの動画がいいと思ったら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録、そしてコメントをお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。